か言ったよ、父さん。父さん。おいおい、顔はよしとよ。おい、見てんじゃねえよ。さあ行こうぜクレア。ボスがお待ちかねだ。いやよ、話してよ。誰か助けて。話してやれ。その娘を話してやれ。ああ、引っ込んだなおっさん。死にてえのがおら。聞こえないのか。娘を話すんだ。やめておけ。ここで銃を持っているのはお前だけだ。それでもナイフより有利だと思っているんだろう。だが銃はデリケートな道具だ。抜いて構えて引くの3アクション。ナイフなら一瞬だ。この距離なら間違いなく私が勝つ。それでもやってみるかね。ついてくるな。Oh putain, il ouvrait même. Il fait si froid. Je n'ai pas assez bello. Et... 追われてるんだ、あんたも。同じだね、私たち。プロのナイフ使いの仕業ですね。鮮やかなもんだ。オッター警視、たった今アールスコートのホテルで男の死体が発見されたんですが、やはり見事なナイフさばきで殺されているんです。単刀直入に言おう。つまりだ、犯人はアールスコートのホテルで殺しをやった後、ホワイトチャペルの地下鉄で行きずりの女を助けるためにこのチンピラも手にかけた。殺人を犯した直後に人助けのためもう一人やったってわけだ。奇妙なやつだよ。地下鉄で殺されたのはメイフェアのロビンというチンピラですが、最初のアールスコートでの被害者はポール・スパロー。中東から仕入れをしていた毛皮商で、元は陸軍の特殊任務についてたそうです。中東出入りの毛皮商？ヘロイン密輸の定番ケースだ。犯人も軍関係の人間では？その可能性は大きい。ナイフの扱いが明らかにプロだ。心臓人差しですか。私は30年前兵隊としてコンゴにいた。同僚に本物のナイフ使いがいた。そいつは映画のようにナイフを水平に構えたり、最初から心臓を狙ったりしなかった。ナイフを抜くと同時に相手の利き腕の腱下大動脈を切断。それから頸動脈を切るか臓器をついてとどめを刺す。素人にはこの動きは見切れない。至近距離では拳銃より速い。もう一つ、街にコルスの動きが目立ってきている。コルス？コルシカマフィアですか？この事件に関係が？
そう思っといた方がいい。軍に殺すにプロのナイフ使い。政治的にも捜査の上でも対応の難しい事件になりそうだ。慎重にことに当たってくれ。オッター警視、陸軍 SAS のホックス大佐が見えてます。陸軍？今行く。フォックス大佐。私もかつて軍に在籍してました。大佐クラスがお見えになる意味をよく理解しています。最初の被害者は元陸軍エリート。しかも殺す絡みで中東の麻薬の匂いがする。単刀直入に言いましょう。犯人も元軍人。同じ軍人という経歴から麻薬ルートを持っていたスパローと行動してきたが、何か仲間割れを起こし彼を殺した。違いますか？ええ、ご指摘の通りだ。スパローはアフガニスタンからヘロインを密輸していた。彼を殺害したのはおそらくジェームズ・ウルフ、陸軍元総長であり陸軍 SAS 最強の男だ。起きたのね。ああ、ねえ、カレンって誰？寝言で言ってたわ。恋人？いや、おふくろだ。子供の頃の夢を見ていた。あんたにも子供の頃があったんだ。どんな子供だったの？そう、よく狩りをしていた。狩り？最初の獲物はウサギだった。ウサギは敏速だが、ハンターが視野に入ると急に動けなくなり狩られてしまう。私も同じだ。でもあんたとっても強いじゃない。いや、いずれ狩られる。ウサギのように。死ぬのは怖くない。が、私にはまだやり残したことがある。惨めなウサギか。私もそう。私のボスはレオハニハと言ってね、役と女で稼いでるたちの悪いやつさ。やっとわかったんだ。あんなやつの下でこんな商売やってんのはクズだってね。だから足を洗ってロンドンを出ようとしたんだけど、見つかって。あんたに助けられたってわけ。あんた、やってもいいんだよ。そうだ、いいものがあったんだ。やめろ！何すんのよ！5回の上物なんだよ。ヘロインの何倍もするんだから。そんなもんを吸うやつは虫けらだ！すまん。世話になった。待ってよ。あんたの言う通りにする。もう役もやらない。私一人じゃ殺されちゃうよ。そうね。抱く気も起こらない。薄汚れた女だもんね。あんたの言う通り、虫けら。そう、虫けらよ。お前、助かりたいか？本当に助かりたいか？自分を惨めに思い、そこから這い上がろうとする者は虫けらなどではない。それは人間だ。30万ポンドある。これでクレアという女を自由にしてやってほしい。あんたがやったことがこんな金でチャラになるとでも？
この俺をレオ・ハニハだと分かってんのか。左手を下ろすな。勘違いすんなよ。俺はこの通り右利きだぜ。左手の第一関節にナイフダコがある。かなりの腕利きだが油断したな。黙って金を受け取るんだ。さあ、コカインに手出したのはまずかったな。街はコルスでいっぱいだ。あんたたった一人で奴ら全部を敵にしたんだ。ジェームズ・ウルフ、 SAS 史上最も多くの勲章を受けた男だ。輝かしい業績の後、新兵の教官を務めていたが、あるトラブルから除隊を余儀なくされた。トラブル？同僚の教官をナイフで切りつけたのだ。経歴の素晴らしさゆえ、不名誉除隊でなく依頼除隊扱いで彼は軍を去った。人望もあり、人格的にも優れた男だったんだが。参ったな。ウルフってやつは戦闘のプロじゃないですか。我々の手にはとても。この不始末は SAS 自身でつけたい。こちらにはアドバイザーの準備がある。ごめんですね。口封じのためのハンターでしょ。およそハンターには見えん男だよ。ヒートン、ちった見入れろよ。山積みの仕事をいつまでちまちま選んでんだ。そのプロの殺し屋のアイスピック殺人はどうだ。もうそれに決めろ。パス。はい、ダニエル・キートン事務所です。プロの刃物使いは苦手なんだ。おいおい、私が新兵だった時、とんでもないナイフ使いがいてね、そういうのを相手にしたくないんだよ。陸軍ホックス大佐ですか。キートン、 SAS からだ。プロフェッサーウルフのことで話があるんだそうだ。ジェームズ・ウルフとポール・スパローは SAS の同期生だ。除隊後、スパローはウルフを誘い、アフガンやパキスタンでの在任経験を生かしてヘロインの密輸に手を染めた。だがそこで扱われる物はヨーロッパのシンジケートから見れば問題にならない微々たる量だった。彼らがコカインを仕入れるまでは。コカイン？今のジャンキーには眠気を誘うヘロインよりハイになるコカインの方が受けがいい。ところがコルスのシンジケートにはアメリカ経由しかコカインを持ち込むルートがない。そこに目をつけた2人は南米から直接ルートで密輸を始めたんだ。おかげでコルシカマフィアのシンジケートは危機に瀕した。信じられませんね。あのプロフェッサーが麻薬の密輸をやるなんて。プロフェッサー？教官時代のウルフのあだ名だ。新兵たちが名付ける最高の称号だよ。それでプロフェッサーは今どこに？奴は今娘ぐらいの年の女と逃亡中だ。女？コールガールさ。ウルフは売春組織から逃げたその女を助けるため、もう一件殺人を犯し、その組織も敵にしている。町に奴の居場所はないぞ。まったく理解に苦しむ男だ。そういえばあの人には一人娘がいましたね。プロフェッサー、軍を辞めてこれからどうなされるんですか？俺にはカレンが、娘がいる。今まで何もしてやれなかったが、これからは親子二人で仲良く暮らしていくさ。プロフェッサー、あなたは私のために。キートン、もう何も言うな。はい。私だ。あんた無事なんだね。自由？私が？サウスポートへ行け。そこにセールヤードインという宿がある。私も後から行く。待って、聞いたわ。コルスのシンジケートに逆らった男がいるって。組織を挙げて追われてるんだって。それってまさか。万が一私が来なくても一人で生きていくんだ。ウサギでさえ追い詰められれば猟犬を蹴り殺すことがある。
オッター警視、スポンサーは誰ですか？イギリスの麻薬の密輸組織には必ずスポンサーがいます。資金を投資して自家用の豪華ヨットで麻薬を運び込む上流階級が。裏を取ったわけではないのだが、スパローと一緒の人物を見たまえ。スワン卿ですか。ウルフとスパローの動きを知ったシンジケートはコカイン密輸ルートの買収を黒い噂の多いスワン卿に持ちかけたんだろう。スワン卿とスパローはその話に乗り、ウルフを生贄として差し出すことでシンジケートと手を組んだ。それが仲間割れの真相だ。キートン、ウルフに最も可愛がられていたのは君だ。何か打つ手はないかね。あの人は私なんかがかなう相手じゃありませんよ。彼と戦えとは言わん。第三の殺人を止めてほしい。第三の殺人？スワン卿だよ。ウルフがこういう男である以上、自分を撃ったもう一人の人物、スワン卿を決して許しはしないだろう。ウルフ？知りませんな。その男が私の命を。身辺警護をしてくださると言われてもね。あいにく私は明日所用で家を開けますし、今日のところはお引き取り願えますかな。スワン卿、くれぐれもお気をつけて。スワンのやつめ、口ではああ言ってるが相当ウルフを恐れているな。ええ。警備のやつらも素人じゃない。スワンの部下とも思えんがな。ちょっと散歩してきます。車で待っててください。うん。おい、キートン君。は？対人センサー。キートン君、ちょっと待ちたまえ。スワン卿、レオ・ハニハってやつが裏口に来ています。アポイントもなしか。何の用だ？ウルフの弱みについて何か特別な情報があるそうです。おい、キートン君、何をやっとるんだ。キートン君。いやいや、待て。警察だ。警察なんだ、私たちは。はい、bon travail. Excusez-moi, on est envoyé par la police. Je ne suis pas un étranger. On est invité par Monsieur Juan. Laissez-moi passer. Merci. 蜂の巣かドーベルマンの餌になるところだったよ。しかしまあ、あれならウルフも近寄ろうとも思わんだろう。なぜ奴らにフランス語で話しかけたんだね。連中、顔は地中海系でしたが、持ってたワルサー PPK にはフランスのライセンス会社の刻印が見えたんです。それで。いい判断だ。奴らはコルスだよ。シンジケートから直接ガードに来てるってわけだ。コルシカマフィア。あの徹底した警備。彼らは沈黙の掟で結束している恐るべき犯罪組織だ。つくづくウルフという男の気が知れんよ。まるで死に場所でも探してるみたいだ。なるほど。SAS は私のために最高の狩人を選び出したというわけか。
傷つき走れなくなったウサギは不幸だと人は言う。果たしてそうなのだろうかと彼が言う。たとえ傷ついていようとも生きようとすることが大切なのだと。傷ついたウサギ、彼は何を思っているのだろう。次回狩人の季節後編。